だからワノ国入った時って、いつもその新しい島入った時の独特のさ、っちゃうところがあるじゃん。ありますね。さいどこで油を売っておったのじゃ。拙者辻切り侍でござりまして。どうも小右衛門です。どうも東野太郎です。突然だけどね、ちょっと問題出していい？ワノ国でよく産出される鉱物の名前は？人造悪魔の実。鉱物ちゃうやつね。正解はキテツ鉱です。ドレスローザに武器が輸入されて、その元になってるその素材っていうのはキテツ鉱っていうんだけど、それワノ国でよく取れる鉱物なんですよ。そんなことも知らないの？いや、多分みんな知らないと思いますよ。今日はね、ワノ国今ジャンプでね連載中じゃないですか。ワノ国めちゃくちゃ劇的に熱い展開なんですよ。今910話のいざワノ国へから今週で920話、ちょうど10話進んでるんですよ。で、おでんが好きで今終わってるんですけど、その10話ってめちゃくちゃすごい物語動いてるんですよ。動きましたね。そうで、今コミックス派の方も、ジャンプ派になりたいとか、ジャンプを読んでるけどちょっと今一瞬迷子になって読んでないとか、よく分かってないっていう方のために5分で分かるワノ国の面白さをね、僕はちょっと今日伝えようと思っていて。じゃあ5分で分かるワノ国ということで、まずそもそもね、小田先生が去年のジャンプフェスタの時にね、手紙をね最後出すんだけど、そこでマリンフォード頂上戦争を超えるって言ってるんですよ、規模が。言ってましたね。言ってたでしょ。じゃあそれレベリーのことかなって思ったんだけど、レベリーも10話ぐらいでパッて終わっちゃったから、どうやらワノ国ちゃうかと。もう今年の残りを考えてもね。そうだからワノ国って頂上戦争を超えるようなね、もう舞台になってしまうんじゃないかって思うんですよ。ワノ国の面白さって何だと思いますか？一番ワノ国の面白さ、それはもう盛り上がる。そう盛り上がる。なんで盛り上がるかって言ったら、やっぱクロコダイルとか過去のライバルとか新キャラもそうですけど、白ひげの一団がバーってゴースに登場したり、とにかく豪華なオールスターのキャラがもうめちゃくちゃもう入り混じって絶対出てきますわ。そう、っていうことは鬼ヶ島っていう場所でも過去のキャラとか懐かしいキャラもめちゃくちゃ出てくるんじゃないかなと。ね、だってマリコとルフィが共闘してるところ見たくないですか？いや、めっちゃ熱いっすね。もう鳥肌立つんですよ。それはやばいっていうぐらいもう期待がすごいね。間違いないです。っていうかね、ワノ国の期待しかまずなくって、ワノ国ってまずカイドウが、四皇のカイドウが縄張りの島なんですけど、そこで最近出てきたところでね、鬼ヶ島出てくるんですよ。意外と鬼ヶ島って前から予想してた人多いと思うんですよ。それが丸岸鬼ヶ島が出てくるっていうのはある意味、あれなんかいい意味で期待を裏切られてないなっていう気がするんですよ。ルフィがいわゆる猿、で桃之助が桃太郎、もう服も桃太郎っぽいしね、そもそもが。で犬嵐公爵も出てきてるんで犬も揃ってるし、キジだけ今いなくてマルコじゃないかっていうふうに言われてますけど、でお玉のそのきびだんごの能力とかいろいろこう桃太郎に関連するものが今出てきてるだから、鬼ヶ島ってなんかすごい安直すぎるとか普通すぎるなって思うんですけど、僕はこっからね小田先生の大どんでん返しが始まるんじゃないかってすごいワクワクしてるんですよ。そう思わせといて当たり前の王道を行きつつ最後にちょっといい意味で裏切ってくれるんじゃないかっていうね。なるほど。そうだからワノ国入った時って、いつもその新しい島入った時の独特のさ、ワクワクするこの視聴者のこの気持ちと、新しいキャラ出すぎてよくわかんないっていう迷っちゃうところがあるやん。ありますね。そうでも今回ね、このたった10話だけ読むだけでも、かなり深いことがいろいろこう分かってくるんですよね。確かにね、鬼鉄とかね。そうそう、鬼鉄とか、これ言うの忘れた。エース出てくるんですよね。そう出てきた。物語の中で出てくるエースってもう久しぶりじゃないですか。エースーってなりましたね。そう、エースがね、やっぱ喋ってるのを見るだけでもちょっと来るものがあるんですよね。
そう、ここで、リトル・ローズ・ジュニアの傘をね、作ったのかとかいろんなこともわかるし、そこでね、エースのやっぱりその優しさとか男気っていうのも物語がちょっとわかるんですよ。これはたまんないんですよ。ワノ国って、ただ単にカイドウの暴れでカイドウを倒したら終わりとか、キエモンたちが言って終わりじゃなくって、エースとか、今まで登場したキャラをちょっとずつもうめちゃくちゃこういろんなところで噛んでるわけですよ。そうなんですよ。それがね、毎週何かしらが回収されてくる伏線が。その物語だけパッて聞いたら、って思う部分もあるかもしれないけど、もう小田先生のね、その絵のね、最後の見せ方がめちゃくちゃうまいんですよ。引きがずるい。そう、最後のページが、もう見てる人は分かると思うんですけど、読みたいけど読みたくないあの気持ち。そう。もう一番ビビったのは、もう919話の墓標ね。おでん城跡っていう、おでん様が住んでた城の跡、焼き討ちにあった城の跡に行くと、そこにお墓が建ってて墓標が建ってるんですけど、そこにね、なんとね、桃之助とか金右衛門のね、墓標が建ってるんですよね。そう、びっくりした。これね、ほんとネット界ざわついたよね。その後僕もね、なんだろうと思って、金右衛門とだけ調べたら、もう、幽霊説とか、死んでたとか、もうみんなやっぱ気になってるから調べると思うんですよ、こうやって。でも、なんか幽霊とかそういうことはね、一応ブルックも読みの実あるんで、あんまりそういうことはしないだろうなと思ってて、この謎またいつ解決すんねんこれ、と思ってたわけですよ。そしたらその920話でもうすぐそれ回収された。そう、あれ良かったっすよ、一瞬で回収されたんで。そう。なんと、20年前から、この現世にタイムスリップしてきたと。そう、びっくりした。しかもそれも時々のみっていう能力によって来た。そう。だから古代兵器でもなければそういうことなくて、ただそういう能力の中で、過去にはいけないけど未来にはいけるっていう能力で来た。そう。これすごくないですか？衝撃でしたよ。もう今までの物語の覆すやん。なんかもう、未来に飛ばせれるんだって。そう。まだいるかもしれないですよね。そう、来てる人たちがね。そこには、時様っていうね、20年前のその桃之助のお母さん。で、その妹君も日和様っていうのがいるんですけど、日和様もじゃあどっかの別の時代に飛んでるのか、違う場所に飛んでるのかとか、もう想像するだけで、もしかしてあの人がとか、あの人も実はタイムスリップしてきてるんじゃないかとか、いろんなことをまた振り返れるんですよ。ワンピース1巻から90巻も出てますけど、そういう目線でもう一回1巻から読み直す楽しさがまたできるんですよ。だからね、ワノ国に入ってたったまだ10話しか経ってないんですけど、全90巻をまた楽しくさせるエッセンスが入ってるんですよ、このワノ国には。やばい、もう5分で終われ。ご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。そして今日のワンピースフィギュアクイズはこちら。分かったかな？分かった方はぜひコメント欄ください。感想待ってるよ。お風呂の前は小ヤンキーチャンネル。